ラジャーファルコンズの千秋です。安藤です。今日は東京都千代田区にある麹町中学校で、ヒップホップ禁止令が出たっていう話を取り上げていきたいんやけど、6月12日に朝日新聞デジタルが報じた内容で、千代田区立麹町中学校がダンス部の部活で今後体育祭でヒップホップダンスの発表の場を設けないっていう旨の通知を出して、で、それに続いて、秋の文化祭の発表もなしにして、今年の4月から、部活の内容もヒップホップダンスをやめて創作ダンスに変更するっていう決定を出したと。で、それに対して、部員の保護者46人が教育委員会に抗議文書を提出するっていう事態になったり、部員が泣いて学校に抗議をしたっていう話があって、SNS とかで炎上しとんだけど、これに対して著名人とかも結構反応しとって、有名なところで言うと人気ラッパーの呂布カルマさんが、我々も大好きな呂布カルマさん。終わった後に喋んな呂布カルマさんが、学校でそもそもヒップホップをやろうとするのが違うんやと。こっそりやれって言ってて、ヒップホップはその非行不良とかがやることやから、親とか学校のバックアップを受けてやろうとするのは間違ってる。そう。でも、それに対して、これを X でツイートしたんやけど、その X のユーザーからは、それは違うやろと。どこでもやれるのがヒップホップやろって言われたりして。なるほど。だからこそ呂布カルマはそれに対して、それを勝手にやるのがヒップホップやから。さすが。学校の部活の内容じゃなくて勝手にやるんやみたいな。締め付けられて指導を請うものじゃない。そもそもそのヒップホップダンスっていうのがさ、俺らが学生の頃ってそういうダンス自体が必修じゃなかったやん。そうやな。確かこれ2012年から中学校でも必修科目になったらしいけど、俺らの学生の頃はそのダンス部とかが文化祭とかで踊るようなやつをイメージしとったんやけど。高校の文化祭とかね。今こうやってそのダンス文化が広がってきてさ、そういう一般化してきたから、こういう問題もまた起こってくることになって。で、結構このヒップホップっていう自体がさ、昔はその不良がやるもんみたいなアウトローの文化やったのが、今大衆化してきて、一般の人でもダンスとかで表現できるようになるっていうのが、現代の風潮やんか。そうやな。昔はもうほんと、落書きだらけの壁の前でヤンキーが。そう。河川敷の高架下とかな。やってるイメージはあったけど、必修化された中に、もうヒップホップも入っとるんやんな。そうやな。文部科学省が指定する、必修の内容の中に、創作ダンスとか、フォークダンスか、あとで現代的なリズムのダンスっていう3つのジャンルが必修になっとって、そこから選べるんかな。で、その現代的なリズムのダンスっていうのがヒップホップダンスのことなの。でもそのヒップホップダンスっていうのは、例えばその部活でいうインターハイとかさ、高校総体とかにはないらしいよね、ヒップホップの部門が。中学校の総体みたいなやつの中でってことか。そう。だから、学校側が言っとる意味も、わからんでもないんよね。別に俺はルフカルバさんがそう言っとるからってわけじゃないけど、俺はどっちかって言ったら、ヒップホップは本当好きにやって表現すればいいと思うし、そんな学校がガチガチに締め付けるようなもんではないと思うから、学校以外の場所で楽しめばいいと思うよね。この報道だけを見ると、ヒップホップ自体にネガティブなイメージを学校側が勝手に持って、学校のイメージを悪化させるから禁止したんじゃないかっていう受け取られ方されとるけど、世間では。実態はまた違うらしいんよな。学校側が一部報道を否定しとるの、これ。最初の報道と今変わってきとるもんな。練習の場がなくなったとかっていう話があったんやけど、実際には、週2回はヒップホップ専門のコーチを、学校に置いて、指導を行っていると。そうやって言っとんねんやけど、その、朝日新聞がまたそれに対して改めて保護者に取材をすると、週1回しか実際には練習できなくて、で、その練習っていうのも自主練したヒップホップのダンスをコーチに見せてアドバイスをもらう程度にしかなってないと。だからもう学校側と朝日新聞の取材の内容が結構対立しとって。確かに。本当はどっちなんかよくわからんっていう、外から見とる側には。確かに。学校側が思った以上にその記事の反響が大きくて、取り付けて否定したっていうことも考えられるけどな。言い訳しとるかもしれんわな。校長が変わってこういう決定がどんどん下されたっていう。そもそもこの麹町中学校自体が自由なカルチャーというか、自由な校風か。もともと結構有名やったらしいよ。で、校長が変わって、ヒップホップ禁止ってなったんか。ちょっと、やりすぎっていう面もあったんかもしれんな。それでちょっと本来の
学生らしさって言ったらあれやけど、ヒップホップに対してマイナスイメージがあったんかもしれない。まあ、ただその報道にあったように文化祭までダンスを禁止っていうのは、学校のエゴには思えるけどな。確かにな。全国大会とはまあ関係ないしな。文化祭は。そう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 。結局なんか、ヒップホップの活動を認めてしまうと、ヒップホップってなんか少人数でやるから、一部の生徒しか活躍できてないみたいな話もあって、あー、なるほどね。文化祭とかで知ってる人たちも、その限られた生徒だけが出てくるから、生徒の公平性を期すっていう意味でも、創作ダンスに切り替えたっていう背景があるらしい。まあでもそれ言ってしまえばどの部活もそうじゃない運動部でもレギュラーのやつしか出れんってなって全員出せっていうそういう意見も出てくるわけやる。まあそりゃなんか実力のある選手がまあ出てくるのはスポーツの世界では当然やからな。そのヒップホップダンスをやらんやつはヒップホップダンス以外の発表の場があるんじゃないの？まあそうやとしたら結構救済措置というかさ、普通の部活とはちょっと違うぐらいなんか間口が広がってるような。野球部やったらもう野球しかないからさ、野球で結果残さな無理やけど。そやな。ダンスやったらヒップホップは激戦やから僕ダンスで行くわみたいなこともできるってことやもんな。だってさ、文化祭とかってもうダンス部の発表がもう目玉みたいなとこあるからな。あと軽音とかのまあ部活もあるけど。やっぱ俺らも見たかったもんな、文化祭で。ダンス部のダンス。ああ、ダンス部な。花があるからな、やっぱり。でもなんかちょっと、なんか軽音はまた違うけどな。軽音はもう文化祭が一番の大会っていうか、一番の晴れ舞台なんやろ、あれ。まあ、そやな。そこのためにやっとるんやろ、あの人たち。実際迫力あるからな。見る分には全然楽しかったのに、それを禁止されるとちょっとかわいそうな面はある。まあ俺ら高校の時もダンス部があって、で、なんかそのヒップホップとかソウルとかロックダンスとかもやっとったんかな。で、ジャンルの中に、ガールズヒップホップっていうジャンルがあって、で、そのガールズ、その名の通り、その女性徒だけでチームみたいなのを組んで踊る、まあちょっとなんかセクシーな感じの踊りがあるんやけど、そやな。露出も多い。そうそう。まあ衣装もちょっと露出多めなんやけど、で、それを、文化祭の発表の場、なんか文化会館みたいなのを借りてやるんやけど、そこでガールズヒップホップが披露されるたびに校長が苦言を呈するっていうのあったよな。あったな。俺らの時代からあったな。ダンス部に苦情が行くんやろ。校長が、ダンス部にあれやめさせろみたいなこと言うんやろ。確かにちょっと過激っちゃ過激やけど。高校生らしくないからやめた方がいい。やめろって言っとったらしい、校長は。いや、まあコンセプトとして結構そういう大人のダンス、ちょっとエロい系のモチーフにしとるんやから、それは尊重してあげよう。まあ確かに、四つん這いになって腰振ったりするから。まあ確かにな。まあ現代でいうちょっとなんか性的搾取的なさ、風に取られても。まあ本人らがやりたくてやってるから別にいいんやけど、それは。14年、14、5年前かも。でも、どうなのな。それを禁止しようとする校長も、それはそれで、校長が生徒に対してさ、なんか、下心を持って見とるんじゃないかっていう、裏返しな気もするけどな。まあ確かにな、そんな苦言呈するようなことかな。気になるかな、そんなに。いや、別にそんな、いや、俺はあれは別にいいと思うけどな。自由な。てかまあ一つのジャンルとしてその、ダンスの中ではな、確立されとって、それでお金をもらってる人らもおるわけやから。ガールズヒップホップダンスで。で、俺らは文化会館でやる、ダンス部とか軽音の発表もあってさ、その時はもう在校生しかおらんのやから一般向けにさ開放してない、そこでそんな、確かに誰でも見れるような屋外でエロいダンスをするのは、もしかしたらその変態どもが集まって写真とか平気で撮られて、それが拡散される恐れあるから、そういう公共の場でやるなっていうのはわかるかもしれんけど、もう身内しかおらん文化会館でやるダンスの発表でそこまでそんな内容について言うかね。まあなんやろな。そういうことになんか時間をかけてまあ一生懸命やるなっていうことなんかな。だから高校生らしくない服装をしたりダンスをしたりするのが。まあちょっとなんかその俺らのとった学校の校長も硬い人っていうか、いわゆるなんか昭和の人っていう感じの人やったやん。まあだからヒップホップって結構最近の文化やからさ。まあ嫌悪感があったんじゃない？まあ確かにな。それはあると思うよ。ジャパニーズヒップホップってすごい歴史浅いからな。まだ90年代とか確か入ってきたのあれ。もう30年ぐらいしか経ってないよな。麹町中学校のヒップホップ禁止令については、まあ、ヒップホップも部活の内容として学校が正式に認めとると、人員を確保したりしてなあかんっていう問題もあるから、学校側が全部が全部を面倒見るのは難しいの。ダンスってさ、
ヒップホップとその創作ダンス、フォークダンスって全くジャンルが違うから、もうなんか野球とサッカーぐらいまた違うんよな、あれ。だから、一人の指導者で全部教えるっていうのは、ちょっと無理があるもんなんよ。うん。だから、それぞれにその専門のコーチをつけるってなると難しいんよ、学校側も。確かにな。それこそ中大連とかでヒップホップダンス部門がない限りは、学校もそこまで注力して力入れんやろな。だから自分たちでやってダンスの腕を磨いて、高校生とか大人になった時に実力を世に出していくっていうのも一つの手というか、私ほんまその呂布カルマさんの言う通りな、こっそりやれよっていうのはその通りかもしれんな。ヒップホップの文化を知ってる人やったら、よりそういう気持ちの方が強いんやろな。呂布カルマのツイートに対してはもうなんか信者が湧いてきとるから、この人が言うなら正しいだろうみたいな。確かに、ああいう人らには何言っても肯定しかせんやつはおるからな。呂布カルマはちょっと教祖みたいになってるしな。界隈ではちょっとな。昔からそうやけどな。確かにな。学校側がそうやってヒップホップっていうものに対するネガティブなイメージだけで禁止したっていうんやったら、それは本当良くないとは思う。学校のエゴやな、それは。学校側の事情もわかるって感じかな。こんな感じで、今日は東京の小島町中学校のダンス部でヒップホップ禁止令が出て SNS で炎上しているっていう話を取り上げてみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。